昔から東北地方に伝わるお話に、座敷わらしという子供の姿をした神様のお話があります。座敷わらしは古い大きな家の奥座敷に住んでいて、トタトタと駆け回る音をさせたり、ぼうきで吐く音をさせたりします。時にはお客さんが泊まったりすると布団の上を転げてみたり、寝ている者の枕をひっくり返す枕返しという悪ふざけをしたりすることもあるそうです。他にも睡眠中に胸の上に乗って圧迫し、金縛りのような感覚を引き起こすこともあるという座敷わらしの行動は、悪意のあるものではなく、主に子供らしいいたずらによって特徴づけられています。座敷わらしを見たという人の話もいろいろあって、ある人の話では赤い着物を着た可愛らしいおかっぱ頭の女の子であったという。またある人は裸ん坊の男の子だったとも言うし、赤いちゃんちゃんこを着た12、3の男の子だったという人もいて、様々に語られています。こんなお話があります。ある立派なお屋敷にお嫁さんが来たので、近所の子供たちも大勢お祝いに呼ばれて、奥の座敷で遊んでいました。ところが、遊んでいるうちに子供の数が一人増えているのに気がつきました。でも誰が加わったのかわかりません。一人一人顔を確かめても知らない顔はありません。はじめと同じ子供たちばかりです。それでも数を数えてみると、やっぱり一人増えているのです。一人の子がこの中に座敷わらしが混じってるぞ、と言いました。でも誰がそうなのかわかりません。みんな、自分だけ座敷わらしなんかじゃないと頑張りました。また、座敷わらしは、家に幸運や繁栄をもたらす存在とされています。家の守護霊、あるいは福の神の一種とみなされることもあります。この信仰は根強く、座敷わらしのいる家の家族はその存在を誇りとし、大変丁重にもてなしたと言われています。一部の家庭では、座敷わらしのために毎日食事を用意し、特に好物とされる小豆飯を備えることもあったそうです。もし供え物に手がつけられていないと、それは座敷わらしが家を去る前触れ、すなわち不吉な兆候だと考えられていました。ある日の夕暮れのこと、一人の若者が家路を急いでおりました。すると、見かけたことのない女の子が2人、寂しそうにうつむいて道端の石に腰をかけておりました。これ、お前さんらはあのお屋敷のものかね。今まではそうじゃ。でも、私たちは今、出ていくところじゃ。出ていく。なんで今頃に家を出てきたんだね。もうあの家も終わりだもの。